皆さんこんにちは。背景イラストレーターのアリです。今日も楽しんで描く背景イラストやっていきたいと思います。このチャンネルは iPad を使って背景の描き方や風景の描き方だったり iPad のアプリの紹介などをしているチャンネルになりますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ今回なんですが、新年度ということですね。今回から今から始める背景イラストその1という題でやっていきたいと思います。新しくですね、何か始めようと思っている方にぜひですね、背景イラストをお勧めしておりますので、今回からですね、もうゼロから、背景イラストを描くためにはこういうポイントがあるんだよっていうのをですね、全4回でやっていこうかなと思いますので、ぜひですね、背景イラスト、興味がある方は見ていただければと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、それではですね、今から始める背景イラスト、その1になります。まずはですね、どういう感じのことを全部でやるのかっていうのを最初に説明になりますが、背景イラストの描き方ということをですね、1から紹介していこうと思います。さあ、まず4段階に分けてるんですが、まず1つ目、まず万能な四角形というところで今日やっていきたいと思います。難しく考えずに四角形から描きましょうということですね。ある程度描いてる人はですね、なんとなく形を取れるかなと思うんですが、本当に背景イラストっていうか、イラスト自体にあんまり描かないなっていう人はですね、まず四角形から描いてみてはいかがでしょうかというところでやっていきたいと思います。あとはですね、次回は背景イラストで重要な遠近法だとか一点通しとかですね、最後は1枚の背景イラストを描くというのをやっていきたいと思いますので、ぜひですね、全4回見ていただければと思います。で、すべてに共通なんですが、難しく考えすぎないでください。難しいな、背景イラスト難しいなって考えるとですね、やはり手が動かなくなりますので、楽しく描いていっていただければと思います。さあ、それではですね、万能な四角形をやっていきたいと思うんですが、さあ、どういうことかっていうとですね、四角形っていうのはですね、基本的にいろんなイラスト、の基礎になったりします。四角だったり丸だったりですね。そういうのに置き換えて考えてあげると、複雑な形も簡単に描くことができますよっていう点で、かなり万能な四角形ということを謳っております。で、どういうことかというと、今言ったように四角形を削ったり足すことによって形を作ることができますと。で、例えばですね、ここに書いてますが、四角形。これを横に線を2本入れるとタンスになりますね。タンスとかもともと四角なのでまだわかりやすいですが、ただの四角に線を引くだけでタンスの形になります。で、四角形をですね、机にしたい場合どうするかっていうと、四角っていうのはね、長方形、正方形っていっぱいあるじゃないですか。で、それの長方形ですね、横にぐんと長いやつを天板。で、縦に長いやつをはめることによって机ができるんですね。これ全部真正面から見た形になります。で、さらに四角形を複雑に組み合わせることによってソファーも描ける。こんな感じでですね、基本的に背景の特に家具とかはですね、四角形を使って描いていることが多いです。で、これは目の前から見た形になるんですが、じゃあこれをですね、ちょっとググッと奥行きを出してみたらどうなるのか。で、奥行きはですね、最初はもう何も考えずに、こういう四角に、子供の頃ね、落書きでなんとなくサイコロを描いた人もいるかもしれませんが、そんな感じでね、深く考えずに線をね、伸ばして、奥行きを作ったとします。その奥行きをですね、入れた後に、こういう感じで、また同じ形ですね。で、ここに釘を打ってるところがあったりとか、ここちょっとね、線を入れてなかったですが、ここにもですね、線が入りますね。こんな感じで。なのでね、板の線が入りますが、こんな感じで線とか、どこにどう板がね、くっついてるのか。これはもう4つの板で挟んであるやつに3段、隙間をね、入れてあげると、こんな感じになりますよ。でこの間も少しね、厚みがあったりすると、よりリアルになりますので、そういうのを意識して描いてあげると、なんとなくですね、四角を割るだけで、タンスだったり、他のも一緒ですね。机はこれをちょっと斜めに。要はこれですね、基本はこれ。これの天板を長方形にして足を生やしてあげただけ。で、このソファーもですね、このソファーもちょっと奥の方が見えてますが、こういう長方形のね、羊羹みたいな2つ、4つですね。2つに、ここと上に上げることでソファー描くことができます。こんな感じでですね、基本的に四角を今回はくっつけたり、切ったりね、してるだけで、家具っていうのを描くことができるんですね。なので、まずおすすめしてるのはもういきなりでかいのを描くんじゃなくて、その辺にある、目の前にあるですね、四角形のものだったり、丸でも三角でもいいんですが、何かそういう家具だったりとか、小物を描くことで、まず手を慣れさせていきましょう。で、さらにその時にですね、四角に置き換えて考えてあげると、割とやりやすいかもしれません。最初から複雑な形をね、こんな感じで取らないといけないとか考えちゃうとですね、少し難しくなりますので、単純にしてあげて、四角形に入れ込んであげるとですね、意外と簡単に描くことができますので、おすすめしております。で、この四角形だけじゃなくてですね、さらにこんな感じでですね、四角形を分割、まずバッテンをですね、
ちょっと特殊なポイントなんですが、こういう図形はですね、こういう四角形とかはこうやってバッテンを引いてあげると、バッテンですね。バッテンをね、引いてあげて、で、するとここに出てくる交点。これがですね、ど真ん中になります。なので、二分割することが、こんな感じでできます。こことここ一緒ですね。なので、四角形を描いた後に、バッテンを作って分割してあげます。で、分割して真ん中を出したので、真ん中からこうやってね、線を引いてあげる。と、で、ここは消してあげたりすると、テントを作ることができますね。三角形のものを作ることができると。で、これ今、普通の正方形っぽい形でやってますが、正方形っぽい形じゃなくても、こういう長方形、一緒ですね。こういう長方形で、横長の長方形で、四角形を描いて、バッテンを置いて、で、真ん中で割った後に、こうやってね、斜めで頂点を繋いであげると、ちょっと高さが低いね、三角形を作ることができます。例えばこういう三角形とかを作って何ができるのかっていうと、こんな屋根を作ることができるんですね。この家はですね、全部四角形、この四角形の中に入れちゃいます。これを。で、その四角形をまず屋根で分割。ここの屋根ですね。ここの屋根の部分で四角を取って、で、ここからまた上に四角を取って、であとここはドアとかですね。っていう四角でもう四角をね、バンバンバンって置いてあげて、で、さっき言ったこの上の真ん中を取ってあげて、そこから斜めに引いてあげると、ちょっと厚みを足してあげるとですね、なんと屋根を簡単に描くことができます。で、さらにこの下にあるこの屋根もここで四角を、この中に入るここで四角を取ってあげて、ここのラインからこう斜めに引いてあるこの部分ですね。この部分はここからこう引いてると。いうような形で取ってあげると、こういう形を作ることができます。なので、これをそのまま書くとですね、なんとなくなんか難しいなとか思っちゃうかもしれないんですが、これを四角で分割してあげるとですね、意外と簡単に書くことができます。なので、いろんな複雑なものだとしても、こういう形でですね、単純な形に置き換えてあげることで、すんなり書くことができるようになると思います。こういう四角形をですね、基準にいろいろ加工してあげることで、いろんな形、こういうやつとかですね、を作ることができますよっていうのをお勧めしておりますので、ぜひですね、まず第1回目、最初としては、背景イラストを描くためにいろんな家具だったりとか家だったりとか描かないといけないと思うんですが、まずそれを描く上でですね、四角形っていうものをいろいろ削ったり足したりするということを覚えてみると、意外とですね、形を簡単に取ることができるようになって楽しくなっていくんじゃないかなと思いますので、ぜひお試しください。もちろんですね、いろんなここから奥行きをつけるやり方とか、もっとね、複雑なやり方とかもいっぱいあるんですが、まずはこれからやっていただいて、次回はこういう形取れた後にですね、さらに遠近感をつけるために、どういう種類があるのかっていうものを紹介したいと思いますので、ぜひですね、次回見て、今回この四角形ですね、いろいろ自分で分割して遊びでいいんでね、遊びで手を動かしながら描いてもらえると嬉しいです。で、それを見てですね、次回、ちょっと遠近感をつける方法を使ってですね、ちょっと遠近感をつけてあげるとさらに楽しくなると思いますので、ぜひまた次回もご覧ください。はい、それではね、いかがだったでしょうか？今から始める背景イラスト、その1になります。全4回を予定していて、第1回目はですね、万能な四角形ということで、四角形を使ってですね、いろいろと書いてみてください。もう最初からね、複雑な形が取らなくていいです。難しいのはね、考えなくていいので、とりあえず四角で書いて、四角に入らないやつはもう入るようにね、四角の中に入れちゃえばいいので、もうデフォルメしてあげると大丈夫。もう完全にその通り書かないといけないわけでもないんでね、デフォルメして、自分の書きやすいように四角の中に入れてみてください。今回の動画が良かったよ、参考になったよという方は、ぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。また通知のベルを押していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。背景イラストレーターのアリでした。さようなら。